さあ皆さん、チョコレート食べてますか？今日はですね、なんとチョコシフォンサンド、こちらご紹介したいと思います。最後まで見て作れるようになってください。では行きましょう。お願いします。はい、今日の型なんですけど、これ17センチの型で底が取れるアルミ型を用意してます。皆さんも用意してください。これでやっていきます。はい、これ材料の小麦粉と、あとベーキングパウダーなんですけど、粉が複数ある場合は必ずふるってください。こうやって網でなんかビニールに入れて混ぜて終わりとかじゃなくて、必ずこういった網を通してもらうと綺麗に混ざります。はい、今これふるったんですけど、これね、ベーキングパウダーって全然完全に混ざってなくて、必ず粉類は3回振るようにしてください。振るだけで失敗を防げますので、この後2回振るっておきます。はい、今日使うこれミルクチョコレートなんですけど、ここにお水を入れます。で、このチョコレートとお水でサラダ油の代わりをしていて、このチョコの油を使ってシフォンケーキをしっとり焼いていきたいと思います。これラップをして600ワットのレンジで温めていきます。はい、これ温めたチョコとは水なんですけど、これしっかり混ぜてもらって溶け残りがないようにしといてください。もう全部溶けてれば全然 OK なので、これでバッチリです。はい、これ卵なんですけど、卵黄と卵白に分けたくて、卵白はメレンゲにするのでちょっと大きめなボウルに入れてください。はい、これさっき溶かしたチョコレートとお水ですね。ここに卵黄を全部一気に入れちゃいます。はい、でこれ混ぜます。で、卵黄には水と油を混ぜる効果があるので、ここでお水とチョコレートがしっかり混ざってくれます。で、ここにさっきふるっておいた粉も一気に加えてください。ちょっとこれで真ん中からしっかり混ぜて、これも混ぜすぎとか全然ないので気にしなくていいんですけど、真ん中からちょっとずつ周りにこう広げていくとダマなく綺麗に混ざれると思います。はい、混ざりました。これぐらいちょっとボテッとしたような感じですね。しっかり混ぜちゃって大丈夫なので、ここまでやっといてください。はい、さっき割った卵白にこれお砂糖なんですけど、最初から全部一気に加えてください。で、ミキサーで泡立てていきます。はい、これ今一番速いスピードで立ててて、これもうしっかり立ってるんですけど、ちょっとポイントがあって、これ最高スピードじゃない、ちょっと半分ぐらいのスピード、これ5段階なんで3ぐらいでちょっとこうやって立ててあげると、すごいメレンゲが滑らかになって目が詰まるので、少しそれで回していきたいと思います。はい、できました。これぐらいですね。見てください。全然動かしてもメレンゲが動かないぐらいしっかり泡立ててください。これで OK です。はい、これさっきのベースですね。こっちのチョコが入った方に、これすごいシャバシャバの液体で、これちょっとしっかり硬いじゃないですか。なのでこれちょっと取って一部だけ2すくいぐらい入れて、もう泡立て器でこれもしっかり混ぜちゃいます。これも混ぜすぎないんで全然気にしないでください。そしたらほらちょっとこうふわっとした生地になるので、ここまでいったら泡立て器はもうおしまいです。はい、これ今2つが同じボウルに入ってるんですけど、全然急がずでいいんで、これを下から上ってこうゴムベラの動かし方ですね。この曲がってる部分をボウルに沿わせて、下から上って混ぜてってください。今このマーブル状になっているのが綺麗な一色になれば OK です。はい、こんな感じですね。すごいツヤもあって滑らかな感じに混ざりました。これを型に流して焼いていきたいと思います。はい、これ今生地流したんですけど、これ型の性質上流すとちょっと中に気泡ができちゃうんですね。なのでこれで竹串でこれでちょっとくるくる回してあげると、中の生地がより安定して綺麗に膨らみます。ちょっとやってみてください。はい、これで焼いていきたいと思います。さあ、焼けました。いい感じです。はい、これクリーム作っていくんですけど、今ボウルにはチョコレートと水飴ですね。水飴が入ってます。ここに生クリーム大体半分ぐらい、これもうね大体で大丈夫です。入れて
ラップをしてもらって600ワットのレンジで温めて溶かしたいと思います。はい、これ温めたやつですね。これをしっかり混ぜてもらって、でもし溶け残りがあったらもう一回追加で温めればいいだけなので、ここでしっかり攪拌してください。はい、こんな感じですね。で今これちょっとあったかいじゃないですか。でこれを急速に冷やしたいので、これ全部入れずにちょっと生クリーム取っときました。これ全部入れちゃいます。はい、そしたらこれもしっかり混ぜてください。混ざったら一応ゴムベラで下の方に混ぜ残しがないかもしっかり見てください。でこのクリームはこのままラップをしてもらって冷蔵庫で2時間程度、完全に冷やしてください。その後泡立てて使っていきたいと思います。冷やしておきます。はい、これ冷蔵庫で冷やしといたさっきのクリームですね。ちょっととろっとしてきてるんですけど、これを泡立てたいと思います。はい、これちょっとまだ少し緩いんですけど、あとはこれちょっと手で調整して角が立つぐらいですね。これぐらい絞れる硬さになったらバッチリです。これを絞り袋に入れておきます。はい、これちょっと型から外していきたいと思います。はい、これちょっと2位なんですけど、チョコチップこうやって振りかけてください。材料のチョコレートを刻んだだけですね。そうするともう食感も入るのでめちゃくちゃおすすめです。たっぷりのせたいと思います。さあ最後までありがとうございます。ちょっとね食べてみたいと思います。もうこれ使いません。見てこれやばくないですか？うまい。これクリームの食感がいいね。これ運動会で持ってけるんじゃないかな。さあこれポイントの差ですね。ポイントは小麦粉の一部をちょっとココアとか入れていただくと結構ねチョコレートの味がしっかりついて少し固めのシフォンになりますので、そのアレンジもやってみてください。あとはもうシフォンケーキシリーズはもう結構ね動画出してるので他の味のバリエーションもありますので、ぜひそちらも見てください。今回も最後までありがとうございます。コメント、チャンネル登録ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。